今日はインスタで募集をさせてもらってみんなから集まった質問に回答していきたいと思います。お願いします。私の語彙力がダメかも。ちゃんと確認してんか？泡みたいなの出てきたんだが、懐かしい青。みんなからもらった質問、まずその前にちょっといっぱい荷物が届いてたから、地元はどこですかっていう質問をもらってたんやけど、じゃじゃーん。実家は岡山にあって、母が桃を送ってきてくれました。ちょっと桃1個冷やしてるから剥いてこようと思います。剥いてきた。いただきます。甘い。こっちはね、ほら桃だったでしょ。サムネ候補。こっちは何かっていうと、あるものをメルカリで買いました。普段家具とかどこで買ってますか？巡り合わせですか？みたいな質問をいただいてたんですけど、おしゃれなショップにも行くけど、メルカリとかジモティーとかも駆使してます。じゃーん。じゃじゃん。扇風機を買いました。お前んち扇風機あんじゃんって思った人、よく見てくれてますね。1個あるのはバルミューダの扇風機があって、うちの部屋2部屋で向こうにキッチンもあるんやけど、広い割に木造で全然扇風機もエアコンも効かなくて、1個じゃちょっと足りなくて、でつゆさんも暑いのが無理だから、つゆさん専用の扇風機にバルミューダのはして、私はこのちょっとレトロな扇風機を買ってみました。メルカリで3、4000円ぐらいだった。これね、動作確認一応してますって書いてあったけどさ、私そういうのあんまり信じてませんよ。メルカリの出品者さんたち、ちゃんと確認してんかって思いながら、あんまりね期待しすぎて買うと不具合あった時とかに悲しくなっちゃうから、なんか玉ねぎのなんか皮みたいなの出てきたんだが、絶対玉ねぎ入りの段ボールだった。わあ、見て、めっちゃ懐かしくない？この扇風機。コンセントとかないんやけど。暑い。あ、来た。コンセントっぽいけど、どうなってるんだ？多分これがコンセント。これや。ちょっとつけてみよう。ちゃんとつくのだろうか。よかった。ついた。よかった。マジでよかった。懐かしい青。涼しいこれ。嬉しい。みんなからもらった質問、全部は紹介しきれないんやけど、結構聞かれることとか、これ変わったなみたいな、前回答した時から変わったなみたいなのを回答したいと思います。ちょっとついさん来たから一回消すか。お仕事はどんなことをされていますか？フリーランスで社会人を1年半やってフリーランスになりました。お仕事は今はメインが SNS の投稿になります。次、似てる質問が来てます。SNS だけで生計を立ててるんですか？最近職場の人間関係辛くて好きなことだけで生きたいです。 SNS だけで生計立ててるかというと、はい、そうです。私も好きなことで生きたいって思ってます。だけど好きなことで生きるためには、それで生きる覚悟と努力が必要だなっていつも思ってます。この質問をなんか昨日の夜どうやって答えようかなって悩んでたんやけど、私毎日日記を書いてて、そこで好きなことで生きるっていうことについて書いてた日があったんやけど、好きを仕事にしようって悪魔みたいな言葉、好きだからバカみたいに努力できるから仕事になるのであって、のんきに甘ったれた考えでずっと夢語ってるのとは違えんだよって過去の私が言ってます。怖いですね。だけどちょっと当たってるなって思ってます。自分で稼ぎ始めるための第一歩として何をしましたか？ SNS 投稿です。まず私がその社会人1年半で
仕事辞めて、やばい、どうしていこうと思って。だってその当時なんてもうただの社会人1年半やっただけのただのこんなちびっこい女だったので、どうしようと思って、まず最初に思ったのが、フリーランスで仕事を取るってどういうことだろうって考えて、困ってる人がいて誰かこれを頼める人いないかなって思った時に、あ、初音っていう人いたじゃんって思い浮かべてもらう存在にならないと自分でお仕事は取れないなって思ったので、まずは知ってもらう努力をしようっていう風に思いました。そこで私は SNS を選んだんやけど、別に SNS じゃなくって実績を作って、そこからこう人づてにあの人いいよって紹介してもらうのもいいと思うんやけど、パッとあの人いたって思ってもらえる存在になるためにどうするかっていうところをとにかく考えてます。一歩目は知ってもらうっていうところだと思います来たの？ダメだ、扇風機回せない。もう一個 SNS 関連の質問が来てました。みんな SNS のなんかインフルエンサーの働き方とか興味ある人多いんやなってびっくりしました。テムとかシーインの PR 案件してるインフルエンサーさんのことどう思いますか？そのインフルエンサーさん本人が本当にいいって思ってるんだったらいいと思います。私はしません。フェーズによると思うんやけど、何でもやります、何でもできますみたいな人が成長する時期ってあると思うので、私もどっちかというとそういうタイプだったんやけど、フェーズが変わってきたなって最近思ってて、自分がやらないことっていうのを決めるフェーズだなって思ってます。これはやらない、こういう風にやったら私のフォロワーさんは悲しんじゃうなとか、今一緒にお仕事してる人たちに悪影響を及ぼしちゃうなとか、ブランディングにも近いと思うんやけど、これをしない私に価値を見出してくれてる人もいると思うから、しないことを決めるっていうことがなんか大事やなって最近思ってますっていうのをこの質問をもらった時に思い浮かんだかな。次、自分の機嫌の取り方。心と体のメンテナンスをしてあげることが自分がご機嫌になるかなって思います。それ動画にしてもいいかもね。次、好きな異性のタイプ、アーティストさんとかクリエイターさんとか何かを生み出したり作ったりしてる人は男女問わず好きだなって思います。なんかその中でも作家さんと写真家さんに弱いっていう統計はあります。あと芸人さんみたいに面白い人、すっごく楽しく生きてる人とか明るい人にもとか面白い人、そういう人も好きです。仕事で環境が変わって友達ができないんですが、友達どうやって作りましたか？友達は私は無理に作らなくていいかなって思ってます。と言いながら学生の頃とかめちゃくちゃ八方美人なタイプで、全員に好かれてないといけないし、誰かに嫌われたりしたくないって思ってたんです。めっちゃ心が弱いですよね大人になってからは全員に好かれるなんて無理だし、無理に付き合わなくったっていいしね、合わない人に合わせる必要もないし、本当に気が合うなとか、この人と一緒にいると楽しいなとか、この人のことを大切にしたいなって思える人がなんか1人とか2人とかいたらそれで十分だと思う。それが目の前にいる人じゃなくて、例えば好きな本の作者さんだったりとか、なんか地元にいるお友達とか信じられる人が一人でもいたらいいよね。だから無理に作らなくたっていいし、この人になら弱ってる自分も見せられるなとか、そういう人に出会えたらいいよね。それが友達だよね。お部屋が本当に素敵ですが、お部屋のコンセプトを教えてください。コンセプトは日本の伝統的な和×ロマンチックっていうのを最近はコンセプトにしてます。ちょっと前までは和洋折衷っていうところで和室に透明のテーブルを置いたりとか、なんか赤いパントンチェア置いたりとかしとったんやけど、最近はもうちょっと大人になったこうロマンチックな雰囲気のものに惹かれるなと思ってて、それこそシルバーのアイテムとかミラーボールとかキラキラしてるものとか、ロマンチックさを感じるようなものに惹かれてます。次、部屋のコーディネートで参考にしてる本持ってきます。2冊
あって、まず1冊目はみんな大好き東京スタイル、言わずと知れた名著だと思います。鈴木さんのね本ですね。こういうのとか私のフォロワーさん好きかも。和室にカルチャーを感じる。私の好きなお部屋には共通点があるんやけど、お金をかければかっこいいお部屋とか作れちゃうと思うの。ある程度のインプットができれば。だけど東京スタイルに載ってるお部屋はその人の思想があるお部屋が多くって、そこが好きなの。私この人が住んでるからこそこういう部屋になるんだろうなっていう思想のある家がめっちゃ好き。もう一個あるのがアパータメントって読むのって合ってるかな。スペインのインテリア雑誌なんやけど、色味とかもねめっちゃ可愛いのよ。マジでこの雑誌大好きすぎて、この前韓国で会ったファミンちゃんとそのお友達の2人にもプレゼントに持っていきました。アートブックみたいなイメージかも。可愛いでしょこれね。日本のインテリアの雑誌って一般的な綺麗さとかが求められてたり受けてると思うんやけど、これも東京スタイルと似てるところがあって、雑多に置かれた本とか脱ぎ散らかされた服とか洗い物できてないシンクとか本がバーって積み上げられてて物も一緒に積んであるとか、大胆さとか乱雑さとはいえかっこよく見えるエッジが効いてるとか、なんかそのアンバランスさがめちゃくちゃ逆にバランスがいい。伝わるかなこれ私の語彙力がダメかも伝わるといいけどっていうのがあって、めっちゃ好きだからぜひ見つけたら読んでみてほしい。これ見ると結構私の好きな感じは伝わるんじゃないかなって思います。ちょっと熱が入りすぎちゃいましたが、次の質問です。足の裏こちょこちょ聞きますか？聞きます。好きなお洋服屋さんはありますか？私が大好きで、しかも向こうからも好きって言ってくれて両思いになったお洋服屋さんがあるんですけど、原宿のマルテヴィンテージっていうお洋服屋さんはずっと大好きで、ほんと個人的にもう何年も買ってたお店で、でも向こうもそれを見てくれて、着てるんだって知ってくれて、最近はタイアップの投稿とかインスタでさせてもらえるようになったので、そこは本当に相思相愛の大好きなお洋服屋さんです。つゆちゃんは何歳ですか？4月に生まれた子なので、今1年と3ヶ月4ヶ月くらい経ちます。つゆちゃんのお名前の由来を教えていただきたいです。つゆさん大人気ですね。つゆさんの名前の由来は、雨の日にお迎えして葉っぱに乗ってる水がポッて乗ってて、それが可愛いな、雫が乗ってたのが可愛いなと思って、それに似てるなこの子はと思って、そういう日の記念につゆさんという名前になりました。あとこれも結構多かったです。自分に自信がどのぐらいありますかとか、根底にある自信のなさ、どこから向き合えば変わりますかっていう質問です。自分に自信がどのくらいあるかっていう質問の回答は 65% くらい。こういう YouTube の更新も自分に自信がないから頑張れてるんだと思う。自信がないからっていうか、程よくないから頑張れてるんやと思う。自信をつけたくて努力するとか、ちょっとでも成長してもっと素敵な人になりたいなって思ってチャレンジすることが多いから、60から 70% くらいの自分の自信ってちょうどいいと思ってる。みんなは何パーくらいですか？あともう一つ聞いてた根底にある自信のなさ、どこから向き合えば変わりますかっていう質問も一緒で、自信はそんなになくていいと思うよ。自信満々のめっちゃポジティブのめっちゃもう満たされてますみたいな人ってつまんなくないって私は思います。ちょっと欠けてるぐらいの人の方が、子供の頃のコンプレックスとか、ここまで生きてきた中で納得いってないこととか、何かこう原動力になる火種がある人ってかっこいいなって思う
鳥風呂落ちすぎるってつゆさん止まりやすいのそこが。次、ダイエットからの拒食症で10キロリバウンドした自分の体型や一重という自分の容姿が嫌いで、ずっと二重整形したいなとか、自分なんか誰からも好かれないなとか思い続けていました。その時に初音ちゃんの投稿を見つけて、目の形が一緒で可愛くて癒される女の子だと心を惹かれて、私も初音ちゃんみたいに過ごしたいと少しだけ前向きになりました。ありがとう。すっごい嬉しい。そんな時に私のアカウントに出会ってくれて、ちょっとでも元気を与えられてたと思ったらやっててよかったなって思います。一重ってさ、私も小学生から中学生の時とかめっちゃ嫌で、どうしてもさ可愛い女の子ってさ、もうパッチリお目目キュロリンみたいな子がさ可愛いやん。で、私もYouTube とかでめっちゃアイプチのやり方とか、二重整形どのぐらいの金額でできるんだろうとかいろいろ調べてたの。だからすごく悩むのはわかるけど、なんかちょっと時代変わったなって私は個人的には思ってて、今ってさ二重整形が結構主流になってきたやない。そんなに金額出さなくてもできちゃったりとか、全然二重整形してる人多いと思うの。今みんなが二重整形してる中で、逆にこの日本人らしい控えめな一重、このお目目って私はめっちゃ魅力的だなって思うようになった。だから私も3、4年ぐらいアイプチ生活してた時期もあったんやけど、でも今は一重の人めっちゃ可愛くないって思う韓国のアイドルの人とかで奥二重とか一重で可愛い子もいっぱいいるし、一重の人でも素敵なメイクとかも YouTube でいっぱい載ってるから、なんかそういうのに元気をもらって私もインプットをして、一重でもこんなに素敵なお顔になれるんだって思えるようになりました。今度ちゃんと紹介したいなと思うけど、目尻にしっかりアイラインをがっつり目に入れる。あとはあんまわかんないな、アイシャドウをここ全体に入れるんじゃなくて、こう斜めにこことここに斜めにシュッシュシュッって入れるのが、こう目がね重くならなくていいっていう私の研究の成果。またちょっとお化粧の動画とかも載せられたら参考になって、それで勇気づけられる人がいるなら、私も小学生の時とかそういう発信にめっちゃ助けられて生きてきた人生だったので、できたらいいなって思ってます。こんなにねしっかり喋ると思ってなかった。Q&A で好きな食べ物はさくらんぼといちじくです、はい次みたいなイメージやったんやけど、めっちゃ喋っちゃった。この動画を見てちょっとでも私のチャンネル引き続き見ようかなと思ってもらえたら嬉しいです。じゃあまた今日は見てくれてじゃあ今日は見てくれてありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。